ドッグフード徹底解説の翔です。ごまちゃんです。今回はですね、総合栄養食について正しく知ろうというテーマでやっていきたいと思います。で、総合栄養食って多分ほとんどの方が、名前自体は聞いたことあるとは思うんですけど、結構勘違いしやすい部分があるんで、正しく知っていた方がいいかなと思って動画を撮ってみることにしました。ではまず、総合栄養食ってそもそもどう定義されてるかっていうと、一般社団法人ペットフード協会によると、犬または猫に毎日の主要な食事として給与することを目的とし、当該ペットフードと水だけで指定された成長段階における健康を維持できるような栄養的にバランスの取れた製品、そう定義されています。つまり、総合栄養食と、水を与えていけば栄養的にバランスが取れていますよっていう意味なんですけど、総合栄養食って言ってもすごく幅があるんで、総合栄養食だからいいフードっていうわけではないですからね。そこは注意しといてください。そもそもじゃあ総合栄養食の栄養的にバランスが取れたっていうのはどういうことなのかっていうと、日本においてはアフコ。日本語で言うと全米飼料検査官協会ですね。アメリカの団体なんですが、ここが出している基準値を満たしたものが総合栄養食として販売できるっていう形になってます。ここがまず基本的なとこですね。まずね、皆さんが勘違い非常にしやすいポイントとして、アフコの基準値っていうのは、乾物時の成分値で記載されてます。乾物時っていうのは水のない状態ですね。例えば、アフコの基準値で、タンパク質って成犬の場合、18% 以上が基準値なんですけど、ウェットフードの場合、例えばこれなんかだと、保証成分値がタンパク質 8% 以上なんですね。じゃあ、18% 以下だからこれダメなんかって思う人おるんですけど、ウェットフードって7割以上が水分、これだと、77% が水分値なんで、ほとんど水なわけですよ。ほとんど水なんで、それはタンパク質の割合も少なくなるんですよね。だから、これを乾物時の成分に計算し直すと、だいたい35% ぐらいのタンパク質になります。公式はこれ、計算こんな感じなんですけど、水っていうのはすごい重要な要素ではあるんですけど、厳密に栄養成分を見るときって、本来は乾物時の栄養成分で見ることが大事です。アフコの基準値が乾物時の栄養成分っていうことは覚えておいてください。アフコの基準値を満たすことって実はそんなに難しくはないです。総合栄養食っていうのはビタミンとミネラルを添加してます。人工的に合成したものを。栄養添加物みたいな表現しますけど、よくね、無添加とか表現すると思うんですけど、あの表現ってちょっと微妙に勘違いを生みやすくて、ほとんどの場合は人工の酸化防止剤が無添加とか、着色料が無添加とか、そういう意味合いで使われてます。ビタミン、ミネラルはもちろん添加物なんで、厳密に言うと完全無添加ではないです。ほとんどの場合がね。もちろん、原材料由来のみでアフコの基準値を満たすフードっていうのはあるにはあるんですが、非常に稀ですね。なので、基本的に総合栄養食っていうのは、ビタミンとかミネラルが添加していると思っておいてください。要するにですね、総合栄養食の基準を満たすっていうのは、原材料由来から全てを満たすっていうのは非常に難しい。でも、ビタミン、ミネラルを添加してしまえば、そう難しくはない。そんな感じですね。でね、原材料のみでアフコの基準を満たすっていうのが非常に難しいっていうのは、これね、ぜひね、時間がある時にやっていただきたいのが、文部科学省がね、出してる、食品成分データベースっていうのがあるんですけど、ネットで調べたらすぐ出てきます。そこでね、いろんなその食材の栄養成分を公開してるんですけど、一遍そこでね、ドッグフード、こんな感じかなって
原材料を選んでみて、で、亜鉛だけでいいです。亜鉛って、アフコの基準値だと、生検時で、80mg パーキロなんですけど、いっぺんね、その食品データベースでね、80mg なるか見てください。多分、ほぼ無理なんで。なので、栄養添加物として添加されてるみたいな感じですね。じゃあね、総合栄養食の話に戻すと、アフコの基準値なんですけど、何かしら基準がないとめちゃくちゃになってしまうんで、だから設定されてる最低限な基準みたいな感じで、例えばタンパク質だったら、生検のアフコのタンパク質の基準は 18% 乾物時って言ったんですけど、それプラス、いろんなアミノ酸が基準値として設定されてるんですけどね。アルギニンだったらこれ以上ですよとか、ロイシンだったらこれ以上ですよとか、いろいろ設定されてるんですけど、アミノ酸バランスまで考慮されているわけでもないし、例えば何かが突出して高かったりしても、総合栄養食として成り立ってしまうんですよね。で、もっと言えば原材料の品質なんか言及されてませんし、あくまでも最低限の基準。脂質なんかもオメガ6とオメガ3の比率ってアフコの基準値だったら30対1なんですよね。で、これはあまりにもオメガ3の比率が低すぎる。だから、いいフードを作ってるとこはもうちょっとオメガ3の比率を上げて、4対1とか6対1とかオメガ3比率を上げてたりするんですけど、これも言ってしまえば最低限っていうところですよね。でね、ビタミンとミネラルなんですけど、先ほど総合栄養食っていうのは基本的にビタミンとミネラルを添加してますよって言ったんですけど、ビタミンとね、ミネラルはね、原材料由来から足りないものを添加してるっていうイメージではなくてですね、工場で実際どういう使われ方をしているかっていうと、ビタミンだったら事前にいろんなビタミンをね、混ぜ合わせたもの、これ、ビタミンプレミックスって言うんですけど、そういうものが原料として使われてます。ミネラルも一緒ですね。ミネラルプレミックスっていう形で使われてます。これね、いいドッグフードを選ぶちょっとしたコツなんですけど、ビタミンとかミネラルの添加量を公開しているフードであれば、商品ラインナップによってビタミン、ミネラルの添加量に違いがあるかっていうのを見てみる。で、違いがあれば、原材料由来の部分を考慮して、ビタミンとミネラルの配合量を変えてるっていう、そういうフードは信用度としてはアップしますよね。今まで説明してきた通り、総合栄養食だから良いっていうわけではなくて、あくまでも最低の基準みたいなイメージとして思ってもらえればいいかなと思います。ただ、でもですね、個人的な意見としては、総合栄養食だからいいっていうわけではないんですけど、何かしら理由がない限りは総合栄養食、もしくはヨーロッパの場合はペディアフですね。あれもアフコと同じような団体で、そこまで大きく栄養基準値に差はないんで、アフコもしくはペディアフの基準を満たしているフードの方がいいとは思います。アフコとか基準満たしてない場合、一般食っていう形で販売されてるんですけど、一般食ってね、何がどれだけ入ってるかっていうのが一切判断できないんで、常食として与えるんであれば、ちょっとそこはどうかなっていうふうには思います。もちろんビタミンであったりミネラルであったり成分値が詳細に記載されとって、それを分かった上でトッピングするとかね、そういうのを分かった上で使うんであればいいとは思うんですけど、何もわからん成分値の一般食を使うのはちょっとどうかなっていうふうに思いますんで、最低限基準が設定されてるアフコクリアした総合栄養食、もしくは、ヨーロッパ版のペディアフの基準をクリアしたものを使う方がなんだかんだで安心感あるかなっていうところですね。はい。では今回は総合栄養食についてでした。また次回もよろしくお願いします。